こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月27日月曜日、時刻は4時50分を回りつつあります。で、今回久しぶりにこれショットガンマイクで音声を収録してるんですが、どんな感じで聞こえますかね。とりあえずこのカメラとそのマイクなんですけれど、ちょうどこれ、腕1本分、その腕が届くか届かないかぐらいの距離なんですけれど、どんな感じで聞こえますか？テスト撮影も兼ねてやってるんで、もしかしたらいつもと違って少し声が遠いような、そんな感じで聞こえるかもしれませんが、まあそこら辺は多めに見てください。実は前回の動画と同じ日に収録してるんですよね。ちょっと時間が空いたっていうのが一つと、明日、明後日、あんまり天気が良くないんで、どうせだったら、今日のうちにもう一本だけ動画を撮ろうかなということで、それで今急遽、こうしてカメラを回しています。今回、話すテーマなんですけれど、ちょうどこれも今思いついたところでして、妥協して付き合わないこと。ジャンクフードのような人間関係を手放す。こういうテーマで話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解、そしてこれまでの体験に基づいて話す内容となりますので、まあ、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。なんだかんだ言ってね、人間関係ってのはすごい難しいですよ。生きている間は、まあ、永遠に続くテーマなんじゃないかなと思って。誰しもその人間関係の悩みって、大なり小なりあると思うんですよ。それがまあ、学校であれ、会社の職場であれ、どこでもそうですけれど、家庭環境においても、まあそこら辺はね、いろんな事情があって、どんなことが起きてるか、どんな問題が起きてるか、そのどこで、その誰とどんな、やりとり、そのどんな風にして関係がねじれてしまったか、こじれてしまったかについては、人それぞれ大きく異なると思います。まあ僕もね、そういう人間関係におけるトラブルってわけじゃないけれど、まあ失敗だらけでしたね。まあ当時の自分は、本当に人と接するのが苦手でして、今はこうして、こうやって YouTube を続ける傍ら、そのカメラに向かって話をすることが多いけれど、まあ本当に無口でしたね。口下手でうまく話せなくて、それが原因でね、小学校、中学校、そして高校時代ともに友達がいなかったんですよね。まあ、いなかったというか、本気で、というか本音で話し合えるような友達がいなかった。または信用に値する人間がいなかった。って言った方が正しいですね。まあ、なんだろうな。ちょっと、野球とかサッカーをしたりとか、まあ、そうやって5人か10人ぐらいで遊ぶような行事に参加させてもらったりとか、そういうのはあったけれど、でも、心の底から本音で信頼できる友人っていうのは、最後まで見つからなかった。縁がなかったんですよね。で、一番辛かったのが、その、一番、頻繁に連絡を取り合ったりとか、遊ぶ機会の多かった当時の同級生、その当時の一番親しかった友人に裏切られたこと、裏切りにあったことが、かなりダメージが大きかったですね。人ってこんな簡単に他人を裏切るんだなって、相手を裏切るんだって。ということは人ってこんな信用できないもんなのかなって、不信感を抱くようになって、そう人間不信。そうね。きつかったな、あの頃は。しばらく、学校に通えなかった時代はありましたし、これ、昔の、その僕の自己紹介の動画でも話したことはあるんですけれど、僕、小学校、中学校ともに、全然、授業についてこれなかったんですよ。情報量が多すぎて、何が起きてるかわからないというのが一つと、あと、
数学が大の苦手だったんですよね。まあ、足し算引き算とか、掛け算割り算、そういう初歩的な部分はともかく、それ以外の複雑な計算が伴う数式だったり、なんて言えばいいかな、三角関数とか、微分積分とかあったじゃないですか。あと二次方程式とか。のその時点で、もう完全にアウトでした。全くついてこれなくて。で、他の国語とか政治経済とか、そういうのに関してはまあ、なんとか平均点を維持することはできた時もあれば、もうそれすら届かなかった時もあった。けれど、もう数学がもうあまりにもひどすぎて、で、それが原因でね、当時の担任の教師から、もうめっちゃダメ出しされたんですよ。めっちゃ文句言われて。あれきつかったですね。それも他の同級生がいる全員の目の前でめっちゃ質問攻めされて、めっちゃ詰められて、かなりきつかったですね、あれは。いや、当時の担任の教職員は、ほんまに仲が悪かった。今でもそいつだけは、許さない。まあ、許さないって言ったらあれですけれど、二度と会いたくないし、二度と顔も見たくないなって思って。まあ、学校内における、その、いじめという名の、その、暴力被害にもあって、その、殴る蹴るだったり、あともうずっともうその、言葉攻め、その言葉の暴力だったり、あと物を盗まれたりとか、何かあったとしても、結局解決しないんですよね。いくら学校の教職員に言ったとしても、全く解決にはならなかった。結局時間が経てば、また同じことの繰り返し。で、表面上は無理やり握手させて、無理やりなんか仲直りさせるような感じで、はい、おしまい、さよならって。いやー、絶望的でしたね。もうそっから人を信用するっていうのがこんなにも難しいんだと思って。それもあってね、この世で最も嫌いな職業は何かって言ったら、学校の教職員なんですよ。まあ、正確には、日本の教職員、そうか、日本の学校が一番嫌いでして、まあもちろん日本全国、すごいカリキュラムが整っている、最高に恵まれた学校もあれば、ものすごいいい、学校の先生方が多く集まる環境、そういうところってきっとあると思うんですよ。ただ僕が昔通っていた学校は、もう終始、絶望的でしたね。もう二度と戻りたくないし、あれを体験するともう自分の血を受け継ぐ子供を日本の学校に行かせたくないっていう風になってしまうんですよね。まあそれは別に、いいとして、まあ、これから先も別に、結婚願望とか、その子供が欲しいとか、そういう風に思ったことは一度もないんでね。まあそれは、今後も変わることがないんで、別にいいんですけれど、ちょっと話戻しますね。で、なんか、こう、中途半端に気使ったりとか、なんか、一回でも、なんか、誘いの連絡を断ったりとかしたら、なんか、気分を害してしまうんじゃないかなって、そういう風にね、気使う人とか、そこら辺気にする人っていると思うけれど、もう全然、それはもう気にしなくていいです。特に、社会人になれば、どんな人と接して、どんな人と遊ぶか、または誰と一緒に、こう、行動を共にするか、または飲みに行くかは、それは全部自分の意思で決めることができるんですよ。それはもう、気が乗らないようだったら、もう堂々と断ってもいいし、なんならその、夜中に連絡が来たとしても、ごめん、僕、夜9時か10時以降は、もう連絡取らないことにしてるんで、続きはまた明日以降にしてくれるみたいな。もうそれぐらい言っていいんですよ。もうそこは、もう自分の、本音というか、まあ自分軸、その何よりも自分のライフスタイルやその生活リズムを大切にするべきであるというふうに僕はそう思ってるんですよね。なんか、相手の、こう、気分を良くしてあげたりとか、相手のために何かしようとか、そうやって自分のその時間や、その自分の、なんだろうな、そのメンタル的な部分を無理やり押し殺して、こうやって無理やり我慢して、で、相手の都合に合わせたとしても、それで何らかの、見返りが来るかって言ったら、そんなこともないし、何のためにこんな気使ってたんだろう、なんでこんな風に中途半端に時間を費やしてしまったんだろうって、なんかね、それで悩まされてた時期があったんですよ。日本って割とその集団主義的な部分はありますし、まあ多分そういう感じで、こう、集団で何か、3人かその5人、10人以上で何か、こう、やったりするのが当たり前みたいな。だからそういう風にして、個性を大切にできない、その、個人の主張が認められないとか、
からそんな風に悩む人ってきっといると思うんですよね。昔の自分もそうだったんで。まあ気持ちはわかりますよ。その状況次第では、まあなかなかその断りにくいような場面って大なり小なりあるかもしれないけれど、ただそれがもうどうしても行きたくないとか、どうしてもその自分のその本心にそぐわないとか、自分のその好みやその考えに合わないとか、何かしらそのどうしても相入れるものがないっていう風に感じるようであれば、そこはもうスパッと切っていいんですよ。もうここまでは、ここから先はもう自分の時間だから、それはもう自分のプライベートを優先しますって言い切っていいし、なんならその有給休暇だったり、その会社の飲み会とかもそうだけれど、そこはもう自分の意向に従っていいんですよ。その会社の飲み会とかそんなん断ったっていいしさ、僕も昔3回か5回ぐらい行ったことあるけど、まあひどかったですね。で、10人以上行ったとしても、どの道5対5で分かれたりとか、そうやってグループ分けするような感じになっちゃったりするから、意味がないんですよ。まあ意味がないっていうか、まあ、その集まる人たちにもよるけれど、まあ僕は正直言ってて、あんまり、楽しいと思ったことはなかったですね。むしろ2人か3人ぐらいの少人数で行った時の方が楽しかったですね。まあそんな感じで、いろいろ思うことはあるけれど、あとはまあ自分が席を外したり、数日間自分がいなかったら周りに迷惑かかるだろうなって思うかもしれないけれど、別にそれは気にしなくていいです。それはその人たちの都合なんで、そこはもう完全に切り離していいんですよ。もう仕事の時とプライベートの自分は完全に分ける。その会社の看板を背負っている時の自分と、そのプライベートの時の自分は全く別物なんで、そこはもう気にしなくていいです。僕も昔勤めていた会社ではもう堂々と有給を取ってましたし、別にその周りのその職場の人間が、まあ、どんな風に過ごしていようか、それはその人たちの都合ですので、まあそこら辺はあまりこう深く考えないようにしてました。もう完全にこうきっぱりと分けて、休みの時はもう一切連絡は取らなかったですね。なんで業務時間外にそんな対応しなきゃいけないのって。これ他の国じゃありえないんですよね。他の国じゃ一切ありえない。なんで、その仕事が終わった後、またその同僚や会社の上司の都合に合わせなきゃなんないのとか、それも自費で、会社の飲み会に行かないといけないんだろうとかさ、そりゃそう思うかもしん、そういう風に思う人ってきっといるんじゃないかなと思うんですよね。でも冷静に考えてくださいよ。どこにも合わせる必要ないし、なんならそれ、今だったらパワーハラスメントだったり、それは労働基準法とかそういう法律的な観点からしても、それアウトなんですよね。まあそれはGoogle で、検索すれば必ず出てくると思うんですけれど、もうそういう風にして強制的に参加を義務付けられたりとか、またはもう自分のその財布から自己負担で、参加を強要させられたりとか、そうやってなんか理不尽な目に遭うようなことが連続で起きるだったら、もうそれをもう全部証拠をこう集めて、まあそうやって証拠をありったけ集めて、その上で労働基準監督署に報告してもいいし、もうそれをなんかね、あらゆる手段をこう駆使して、会社を追い詰めてもいいと思うんですよね。どうせ辞めた後のことなんて、関係ないし、で、それでもし会社が業務停止になったり潰れるようなことがあったとしても、それはその人たちの都合だから、自分には一切関係ないじゃないですか。それは、自分を、こう、敵対視するって言ったらあれだけど、そうひたすら自分をこき使ったり、または、もうひたすらもう、惨めな思いをさせたり、なんか、よくもやってくれたな、みたいな感じで、もう、最後は、辞めるとき、もう多少なりとも損害を与えた上で辞めてもいいと思うんですよね。なんかそんな、立つ鳥後を濁さずみたいなことわざはあると思うけれど、もちろん、すごいお世話になった会社だったり、そこに関してはもちろん、礼儀、礼節を大事にする。それは当たり前の話ですよね、そこは。ただ、労働基準法を無視したようなやつとか、強制残業だったり、そのサービス残業の休日出勤、それがもう常態化しているような会社だったら、そこはもう潰してやっていいと思うんですよね。だって、法律違反を平然と犯してるわけなんだからさ。まあ、それは個々の判断で、もうどうするかは、個人の判断で決めればいいと思います。で、話を戻しますが、まあ、そうやってなんか自分のなんかその自分の好みやその趣味思考とか考えが合わなかったり、なんか、フィーリング的に合わないなとか、もうそういう人たちと無理して、合わせるようなことをするぐらいだったら、もう潔く縁を切っていいんですよ。無理して連絡先を交換しなくてもいいし、そこはね、別に、なんというか、まあ、誰と
話すか、誰と行動を共にするかは、そこは自由ですので、人間関係は全然選んでいいんですよ。そんな気使わなくていい。今だったら、そうね、昔の自分にそう伝えたいですね。そんなことをするぐらいだったら、もっと自分自身の行動にフォーカスしたりとか、自分がやるべきこと、今自分がやりたいこと、この先こういうのをやってみたいとか、何か事業を立ち上げたいとか、何か資格を取るための勉強に、費やすでもいいし、またはある程度お金が貯まってきたら、なんか日本国内または海外を旅してみるとか、まあそういう風にして、もっと自分自身のその活動や今後のその経験値を積み重ねるための何かに、フォーカスした方がいいと思うんですよね。そうやって、自分でできることや、今、これから先の自分のために何かできることはないかなっていう風に考えていたり、まあそんな風にして、もっと、なんか他者目線で、他人軸で動き続けるぐらいだったら、もっと自分軸をメインに、これから先の自分の人生に目を向けた上で、もうどんどん、こう、頭でっかちにならないように、こう、もうとにかく、動きまくる、行動しまくるっていうような感じで、突き進んでいった方が、もっと面白いことにつながるんじゃないかなっていうふうに僕はそう思います。っていう感じですね。まあこれはあくまでも僕個人の意見ですので、まあ人それぞれ考え方は違いますし、価値観も違ければ優先順位とか、まあそこら辺、その事情は、千差万別ですので、まあ、あまり真に受けないでください。まあそこら辺は、ほどほどに。っていう感じで、ちょっと補足として、もう一点伝えたいことがあるんですけれども、もうぶっちゃけ、その自分が、学校に通ってる間だったり、その職場に通ってる間のことはともかく、その離れた後、辞めた後のことについては別に気にしなくていいんですよ。だって、その後、その自分がいなくなった後の、その会社や、それ以外のその環境については、それはもうそこに残ってる人たちの都合ですので、そこは別に、気にしなくていいと思います。だって、自分が辞めた後のことは、一切知らないし、何が起きたかについて、それはもう一切関係ないんで、そこはもう会社側で、あとは、勝手にやってくださいっていうぐらいの、もうそれぐらいのマインドで言っていいと思うんですよ。それは、インドとか、まあ、ネパールとか、あとはタイ、マレーシア、シンガポールとか、まあ、どこの国もそうですけれど、オーストラリア、ニュージーランド、あと、アメリカ、カナダやヨーロッパ諸国、どこでも、大体そんな感じだと思うんですよね。自分が辞めた後のことまで責任を持って、対応します、みたいな、なんか、そういう風にして、やたら気使う人って、すごい多いんじゃないかなとは思うんだけれど、そこは別にね、そんな、気にしすぎ、そこまでフォローしなくていい。そこまでやらないといけない決まりもないし、そこまでして、そんな何かしらの義務を背負う必要もないんですよ。もうそこはもっと気楽に言ってもいいんじゃないかなって、内心僕はそれ思うんですよね。だって、どれだけ尽くしたところの、その分の見返りが来ないとなれば、別にやる必要ないじゃないですか。時間と労力の無駄ですよね。なので、まあ、自分の場合はあまりもう仕事は仕事、もうプライベートはプライベート、もうそこはもう完全にこう切り分けて、動くようにしています。まあこれあくまでも僕個人の意見ですので、まあ参考程度というか、まあそういう考えもあるんだなっていうぐらいの、それぐらいの目線で見てくれると幸いです。人それぞれ考え方は違いますし、価値観や優先順位とか、住んでる環境だったり、今自分がやっている職業とか業種とかはそこら辺はもう人それぞれ全く異なるので、当てはまる例もあれば当てはまらない例もありますし、まあそれはね、人それぞれ大きく変わってくると思います。まあなんていうか人生まだまだ長いじゃないですか。で、生きていく上でいろんな選択肢があるわけですし、いろんな道のりがありますんで、そこはもっと柔軟に適度に方向性を変えつつ、自分の心の声に従って動いていけばいいんじゃないかなって、僕はそう思います。というわけで、そろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。